銃検察官は同僚たちから感情の欠けたサイコパスと呼ばれていた。だがリーだけはそんな彼を心から尊敬していると面と向かって言い切る。ところがそれを聞いた銃は喜ぶどころか、自分が検察官になった理由は法の名のもとに殺人犯を裁けるからだ。殺人犯に異常なまでの嫌悪を抱く検察官と殺人犯の息子リー、2人の出会いは最初から危ういものだった。皆さんこんにちは。DL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。リーがうたた寝をしていると、男が目の前の被害者を霧で何度も刺す夢を見る。携帯の振動でハッと目を覚ますと、被害者が発見されたとの連絡が入り、現場へ向かうことになる。そこには銃の姿もあった。一見すると死因は薬物の過剰摂取である可能性が高いと見られていた。だがリーは被害者の口元からプラスチックを見つけ、さらに現場に不審な人影を捉える。しかし確かな証拠がない以上、それはただの憶測に過ぎなかった。ひとまずその場を引き上げた2人はそのまま夕食へ向かう。そこで銃はリーが遺体の異変を見抜いていたことに感心していた。翌日リーは同僚から嫌味を言われて初めて自分が銃に引き抜かれ、わずか2ヶ月で昇進していたことを知る。そして銃のオフィスへ向かうと、彼はリーをじっと見据え、吐き捨てるように殺人犯の息子かと言い放った。その一言で幼い頃から周囲にそう呼ばれ続けてきた記憶がよみがえる。それでも自分は父親とは違うのだと気を取り直し、リーは正式に銃の要請を受け入れることにした。仕事の話をしていても、銃はすぐにリーが殺人犯の息子であることを持ち出し、そんな相手に敬語を使う気はないと突き放す。ところがもう一人の助手がリーの歓迎会を提案すると、銃は意外にもあっさりそれを了承した。助手はあっという間に酔いつぶれてしまい、銃がなみなみと酒を注ぐと、リーはとっさにコップからこぼれた酒を口に含んでしまい、私は訳も分からず胸が跳ねる。その後も不意に膝が触れただけでリーは動揺し、その場から逃げ出したまましばらく戻ってこなかった。ようやく戻ると、銃はすでに外で彼を待っていた。先に酔いつぶれた助手を送り届けると、今度はリーの家に山ほどの捜査資料を置き、1週間以内にまとめるよう命じる。膨大な資料を前に、リーは差し出された酒を煽り、アイスを口にすることしかできなかった。すると銃はリーが使ったスプーンごとアイスを取り上げ、自分も一口食べてから何事もなかったように返してくる。突き放すような言葉とは裏腹な行動に、リーはますます振り回されていく。そして銃はどうしても殺人犯の息子だけは許せない。ヘドが出るほど嫌いだと吐き捨てる。I'm taking on the world for greatness I was born. Power like thunder. なのに次の瞬間、その唇はリーへ向かい、噛みつくように重なった。嫌いで仕方ない相手を攻撃する方法がなぜキスなのかが私の理解を軽く超えている。サイコパスという言葉だけでは説明のつかない銃の一連の行動に振り回されているのはリーだけではなかった。翌日出社した銃はリーが他の同僚たちにいじめられている場面を目撃する。先輩たちは未だに昇進したのがリーだったことを快く思っていなかった。さらにオフィスに入ると、助手からリーが何日もそこで徹夜していたと聞かされる。そこへリーの叔父がやってきて、自分が育ててやった恩を一生返せとばかりに金をせびる。さらに職場の人間はまだリーが殺人犯の息子だと知らないだろうと脅しまでかけてきた。その姿をドアの外から見ていた銃は、ふと自分もまたリーに同じ刃を向けていたのだと気づいてしまう。その夜、銃はリーにクビになりたくなければ自ら父親の事件を再調査しろと命じた。それはリーの砕け散った心を覗き見てしまったからだ。その壊れ方があまりにも自分と似ていると感じたからこそ、彼はこの事件にリー自身の手でもう一度向き合わせたかったのだ。実は銃こそリーの父が殺した被害者の息子だった。
つまり彼が最初から目をつけていたのは殺人犯の息子でありながら交通違反を扱う部署にいたリーという存在そのものだった。しかしリーは涙ながらにその場から逃げ出してしまう。そんな彼の背中を追い復讐のように傷つけたはずなのに自分は少しも嬉しくなれなかった。ここで初めてリーは辞任すると口にする。リーの母は幼い頃にすでに他界し、父は殺人犯と呼ばれたまま牢獄の中で自ら命を絶っていた。加害者の息子としていじめられてきたリーと被害者の息子として生きてきたジュー。2人はずっとあの日の事件にとらわれたまま一歩も前へ進めずにいた。そしてジューは初めてリーの涙をそっと拭い、一緒に真実を探そうと彼を引き止めた。翌日またしても事件が発生し、2人は現場へ急ぐ。その帰りコンビニで慌ただしくラーメンを食べていると、電話に出たリーの袖に汁がつかないようジューが何も言わずに彼の腕をそっと後ろへずらした。ほんの一瞬の何気ない仕草だったが、その小さな優しさが妙に胸に残る。ちなみにリーは歓迎会で助手から渡された焼肉には手をつかなかったのに、ジューが差し出したウインナーだけは素直に口にしていた。その夜残業中に助手がリーを誘うが、ジューはリーを自分と夕飯に連れ出し助手だけを先に帰らせた。ジューはこれからは自分以外誰も信じるなと静かに釘を刺す。この見下ろすジューと見上げるリーの構図だけでもう十分に危うい。そして店で不意に膝が触れるとリーが意識しすぎていることもジューにはすっかりお見通しだった。そして彼は明らかにリーを酔わせるつもりで、料理もまだ出ていないうちから次々とグラスに酒を注いでいく。酔い切ったリーは叔父の家を出るために警察大学に応募したのだと打ち明ける。寮がある上に学費も安かったからだという。まともに歩けなくなったリーを家まで送ると、彼はジューの顔に手を添え思いっきりキスをした。酔っていないはずのジューもリーを貪るように求め始める。けれど彼はリーに見られることを嫌がり、目を隠したまま彼を抱いた。また次回お会いしましょう。ではでは。